There is no way at all we'd be able to cover everything that Haino-san has done since starting to make music in the 1970s, but we will try and cover some recent music and some kind of key points from this most influential artist. Also, there's going to be simultaneous translation, so there may be a few pauses when we're speaking. That's just so we can catch up with the conversation between us. So first, please, a very big welcome, Keiji Haino, Haino-san. So, Haino-san, I understand you wanted to play this for us because of some of your ideas about new music and new music not just being electronic or computer-based. はい、
その通りです。今日これをやったのは、みんながエレクトニックスと思い込んでしまっているのは、実はまだエレクトニックスの要素が全部聞こえてなくて、まず自分の耳をちゃんとある種の鍛錬をしないと、倍音の行方、そして音がどういう方向に行きたがるか、その行きたがるっていうのは、実は音はその場所にとどまっていたくないんではないかっていう僕の発想です。例えば手でいろいろ動かしたのは、音がもっと自由ないろいろな方向に行きたがってるんじゃないかなっていう。できれば音出たものそのものを支配してはいけないと思っているので。That's an interesting idea of not wishing to control sound. When often for musicians, the feeling is you make the music. Can you explain a bit more what you mean when you talk about not trying to dominate the sound or not control the sound? ちょっと音が途切れます。多分向こうのマイクの使い方がダメだと思います。聞こえるのですけど、途切れます、途中が。今大丈夫です。はい。音が鳴るというのは空気に放たれてやっぱり鳴ると思うので、パソコン上で音が鳴ってると思うのは、鳴っているということに洗脳されてしまっているので、やはり音は一度空気に触れるっていうことを体現しなければ、音そのものが自分がどういう方向に行きたいのか、それぞれの音がある意味で意思があると思うので、それをちょっとだけ僕が手助けしたいなと思ってこういうやり方をしてます。That is a very interesting idea, particularly for musicians who are working often within a laptop or within electronics. The idea that music needs air. Is that a simple case of the way that sound vibrates in air, or is it something deeper than that? もちろんです。その楽器そのもの、この楽器がとても特殊な楽器で、ある程度ミュートしても音が違う、ちょっと説明が難しいんですけど、さっきからいろいろな人に言ってますけど、同じトーンの音一つの盤を叩いていると、だけど叩くポジションによって倍音、さっきからオーバートーンなのかハーモニクスなのかちょっと言い切れないんですけど、それがこの楽器は叩くポジションで違う倍音が出るので、それを音を出した後ミュートしても、一つの倍音は音がミュートされるんですけど、他のところでもう一つの場所で鳴っている倍音はミュートしきれません。なのでその2つ3つが混ざった時、それこそうねりができます。Okay, I think this is an area which we could almost spend 1 hour talking about. I wonder though if we could talk about you as a very diverse musician. I understand that you play around 80 instruments. Could you give us a flavor of some of those? ギターです。ギター、いわゆるギターと言われる、ストリングスの方で、リュート、ウード、リュートでもルネサンスリュート、バロックリュート、
オフェーリアン、とにかくたくさんあって今パッとこれ1週間前にリスト作ってこいって言われたらば多分書けたと思うんですけど、今いきなり言われるとちょっと言い切れません。ハーディガーディ、シンバル、シンバルでも、いろいろなシンバルがあって、例えばシンバルとは言えないような創作楽器と言われているウォーターフォン、 NASA のところでできた特殊金属でできている、エナジーチャイム、今ちょうど自分の部屋のこう物がどこにあるかをだんだんイメージできてきたので、その隣にあるチャーケーというタイの日本の琴に似たような楽器、今10ぐらいは言いましたねエレクトリックタンブール、シュリティボックス、シュリティボックスもエレクトリックとアコースティック、まだまだいっぱいあります笛とか入れたらもう笛だけで20ぐらいになると思うので、例えばイタリアのサルジニア島のラウダネスという3本の、リード楽器を加えて一緒に出すサウンドはちょっとバグパイプみたいなサウンドになります。スロバキアのもうちょっと言うスロバキアの多分世界で一番長いフルートフィアラ1メートル80ぐらいあります。ちょっと A long まだ言い flute. ますかI think that gives us a nice はい、そう idea です。 of the range of instruments you play. I wonder though, could you tell us about your approach? Do you prefer to learn how to play something properly, or do you prefer to take an instrument and see what you can do with it? 学習することはありえません。今後もおそらくしないと思います。まずその旅をしていてこう楽器屋さんのウィンドウを見てなんか楽器らしきものがあって、これどんなふうにしたら音が出るんだろうっていうことが僕の始まりで、それで自分がその楽器に近づいていって、うちに来ると言って行きたいと言ったら買います。それでギャラは全てなくなります。So, is there anything that connects the kind of instruments that ask you to take them home? いや、もうそういう楽器をいつも買ってきます。なので家に帰ってきてしばらくはどういうふうにしたら音が出していいのかわからない楽器もあります。それをこう吹いたり叩いたり弾いたりしてだんだん音が出てくる時の楽しさがすごく楽しいです。Thinking about this creatively, what does that give you? This way of talking to your instruments and getting to know them before you are told who they are. 楽しくやりたいからです。おそらく学習するということにおいてはその楽器が持っているまだまだこうしてほしいって楽器本来がひょっとしたら望んでることがしきれないんじゃないかなと思って、例えば今僕が初めにやったおそらくこんなことはこの楽器ができた時実は望んでいたのに、一般の学習している例えばバイブとかやってるバイブとかそういう楽器をやってる人だったらこうやって叩いて音階としての楽器として、そしてリズムにも
メロディーが作れるとかそういう感じでしか楽器を扱わないと思うので、僕はできるだけこの楽器が出せる音、言い方を変えればミストーンっていうのはなくて、さらに例えればスネアのいわゆるドラム教室行けば必ず一番いいポイントっていうのをそこを叩きなさい、そうでないとあとはミストーンですというやり方とかがとても好きになれないので、ミスショットを自分のサウンドに一部にできないのは僕はプロフェッショナルじゃないと思ってるので、それを自分が拾い上げてあげて、それも音楽の一部として成立させたらば楽器そのものが喜ぶと思います。I suppose I was really just making an observation that what you're saying is very interesting, because you're saying we should get to know an instrument in terms of what it really is, all of its real potential, rather than just what we have been told it is. A flute could be a drum, for example. はい。はい。楽器自体っていうことですか？おそらく楽器っていうのはその人が何かをやるための、ほとんどの言葉では道具とされているけど、それを演奏家が自分の一部という感覚になれば、楽器自身が楽器自身にも知らなかったような音が出ると思います。Which leads us actually into if we flip that idea, you're talking about your effect on the sound. I wondered if we could talk a minute about the effect of the sound on you. So, for example, some of you will have seen Haino-san playing last week at the Wales to Whispers event. We saw you playing some very extreme and loud music. And then we saw you come back on stage and play the hurdy-gurdy for 30 minutes in a very calm and meditative way. What effect does that transition between sounds have on you as a performer, as a person? 僕にとってはいつも大きい音も小さい音も自分の中にあるので、今回ひょっとして、不出者というバンド名が広告に出てしまいましたけど、あえてそのもっと、あえてもっとって言い方をしますけど、ハードで速い音楽、大きい音を出して、その後ハーディーガーディーで小さい音。でも僕には全く2つがあって、でもその2つはただ強弱っていうことでのダイナミックレンジなので、僕にとっての音楽必要なのはあらゆるダイナミックレンジなので、あれは一つの一例に過ぎないと思います。Is it difficult, though, to move from something so intense and loud to something so small and quiet? 全然難しくないです。楽しいです。その、ちょっと言い方を変えるならば、人に何かを聞いてもらうっていうのは、ある意味でポジティブな意味で力を示すわけで、それが大きい音であろうと小さい音であろうと、それは時には PA システムとかアンプで大きい音小さい音っていうふうに捉えられるけど、僕の場合はいつでも小さい音と大きい音が一緒にあるので、今ずっと不出者でやり続けている、特に最近のは大きい音と小さい音を交互に
今言ったいろいろな意味でのダイナミックレンジの逆説的なことを同時にやろうとしているので、それがあの日は全く別々に聞いてもらったっていうことです。So really, I suppose you're saying that that diversity of large sounds and small sounds has always been within you. はい。I wondered if, sorry, would you like to continue? はい、同じことをもう一度言っちゃうことになりますけど、力っていうのは一つ出る、あるかないかで、それを聞いてる人が自分のその時の状況、環境、精神状態でどういうふうに捉えるかだと思うので、例えばヘッドホンをしていて大きい大きい大きいと思っても、それを耳から外せば、そしてただテーブルに置けば全然ちっちゃい、本当に聞こえるか聞こえないかぐらいの音になるので、やっぱりその人がどう受け止めるか受け入れるかだと思います。大きいちっちゃい音、そのもう一度言います。大きい音小さい音の関係はと僕は思ってます。I guess the next thing I would like to ask you about, I know that you're not very keen on the word improvisation because I understand you feel... インプロビゼーションですね。Yeah, I know you're not keen on that word because I understand that you feel that that word is exclusive somehow. It tells some people that it's not for them. But I wondered if you could clarify, is the music you play always invented on the spot? Is it always new? We would use people might use the word improvisation as shorthand to ask that question, is your music always improvised? But I use that word knowing that you are not keen on it. 僕がこの、スーパーデラックスのライブの時に一つインタビューを受けたんですけど、その時僕が日本においてインプロバイスという言葉がおそらく誤解した言葉になって入ってきていて、その即興っていうその言葉のイメージとか、その当時のかっこよさ、ある意味ではファッショナブルなものとしてインテリジェンスな人たちが捉えて、僕はそれをあえて日本語で 2,3 年前からインプロバイズという言葉は日本語にするならばなぞらないという言葉にしようと定義してます。というのはインプロバイズというその即興っていう、どうしてそうなったかっていうことを理解というか、即興っていうのは音楽が好きすぎてなってしまう一つの行為なわけで、音楽あんまり好きじゃない人が即興って言っても、それは他のジャンルの音楽をやっている人たちと僕にとっては同じだと思うので、それであえて僕は即興っていう言葉を、例えば20年ぐらい前から僕にインタビューに来て、ノイズ、インプロバイズ、アバンガルドと言ったらインタビューをやめました。その人たちはその言葉の定義を分かってないので、それぐらい僕はあえてそのインプロバイズって言葉にはとても本気に対処します。But the word you prefer, and this is what I want to ask you about, is this word, is it Nazarani, the word which, when you translate it, means not repeated. So the thing that you're trying to do is not repeat yourself. This is also the name of the band you have with Stephen O'Malley. はい。 So can we then talk about this idea of not repeating yourself? Is it true to say that your music is always もちろんです。 not repeated? もちろんです。はい、はい、そうです。So this idea of not repeating yourself, why is that so important? たった今を瞬間瞬間本気で生きたいから。
そして、後悔するということがなぞってしまうことだと思うので、おそらく人が本当の意味でポジティブになるならば、常に1秒後を本気ですごく加速して集中して力を抜いて生きていくことだと思うので、それはもうなぞっていては全然そういう永遠に早くなり続けられる、もう一度言います。永遠に早くなり続けられる人間の一番かっこいい部分を自分で止めてしまうことだと思うので。So then the point of not repeating ちょっとすいません。is not to fall into the trap of doing something cool. Is that what you mean? 罠にはまる。僕そんな言葉は使ってませんよ。Yes. Is the point, your point about not repeating your music, does that stop you from falling into a trap of a sort that would lead to you making more mediocre music? はい、そうです。すいません。今ちょっとすいません。今日今来ているこの人たち、こういう話楽しいですか？個人的な話になると多分つまらなくなっちゃうと思うので大丈夫ですか？ Thank you. Well, we've just been talking about the band with Stephen O'Malley. Would this be a good point to have a look at a piece of video of you performing? はい、ちょっと休むんでいいと思います。Okay, that sounds like a good idea. Arigatou gozaimasu. I wanted to ask you whether or not this attitude we've been talking about, how you bring this to your DJ sets, because you've been playing, DJing and making mixes for the last few years now. Can you describe how you operate when you're DJing? おそらく
みんな笑ってしまうと思うけど、何をやっても肺の刑事になります。その僕にとってさっきも言ったミストーンっていうのはないし、それはこう聞き方だと思うので、あと音楽はある種の錯覚ということで、僕が DJ をやるときにはほとんど目をつぶって CD を1枚 CDR ですけど出して、それをかけてまた目をつぶって何か他のを出して、でまあ大概4台の CDJ を使って、そこでちょっと他の人とは違うと思うことは、リズムマシンを2台使います。そこでまあビートがない音楽って本当にドローンミュージックって言われていてもやはりあるところで繰り返すわけで、78分に1回でも繰り返すは繰り返すので、そこでリズムを刻むというか、2つ3つ4つの音源をつなげるようにします。So 4 CDJs, 2 Yes. drum machines, はい。and selecting the CDs kind of almost randomly. ほとんどそうです。ただそれはもうしまったっていう時も多々あります。でもそれが事故で終わるか、そこで何か自分で新しいものにできるか、まあ自分にも試練になるので、ある意味ではかっこつけさせてもらえば自分を鍛えられます。I guess mistakes are the birth of many good ideas, right? その通りです。So where do you get your music from? The music that you're selecting when you're playing, when you're in this creative process of DJing, where do you get this from? Where do you buy records? もちろん自分の家にある CD を CDR にします。なぜ CDR かといえば、本当に時には口でくわえたり投げたりするので、オリジナルの CD だと後で自分が泣くことになるので全部 CDR にします。今500枚ぐらい CDR にしています。So just to clarify, because I'm not sure if I understood that correctly, you're bringing stuff on CDR, so your own music. すいません。自分の音楽というよりも自分がコレクションしている CD です。そこは誤解されたかもしれません。Oh, okay, so you're just saying CD rather than CDR, as in stuff you've recorded onto CD. そういうことです。そういうことです。Okay. 今言ったのは自分のレコードとか CD を傷つけたくないので CDR にするという、それだけのことです。Okay, I think I get it. But can I ask you about record shopping? Because I know you went to Poland recently. はい、ちょっと聞こえません。もう一度お願いします。はい、はい、はい、はい。一枚、ポーランドで相変わらず行けばいっぱい買うんですけど、今僕がその帰ってきてこの人だけは他のものも聞きたいなと思ってる人がいます。でまあどこが気に入ったんですかって言われれば、ここに今日ポーランドの方っていますか？のこの人は
僕も行って初めて人に紹介されて聞いたんですけど、どうやらまあありがちといえばありがちですけど、81年にポーランドは戒厳令が敷かれて、その時まあラディカルな行動は慎め、まあ簡単に言えば捕まりますよね、警察、権力に。でもやり続けていて、ただどうもこれ音源がホームレコーディングらしい気がするので、ただ So just to clarify, you're talking about the music that was made in Poland under martial law. はい、そうだと思います。So can we hear something from はい this? はいはい。 Anything in particular? これ8枚組でまだ3枚しか聞いてません。僕帰ってきて Okay, so 1 should we 日経 go っ for てスーパーデラックスでライブやってます。Okay, so we're ま just あ、い going わゆ for る a 歌 random 詞がわ option. からないですけどプロテストソングだと思います。 Okay, so randomizer. Dawny kółpłatny śnią, że wielu pogięta w bojach, wielu ochrzczona krwią. Przy wykutej dla giganta potykam się co krok, bo jak sumienia szantaż uciska lewy bok. Lecz choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież życia warta rzecz, zbroja. Magicznych na niej rytów dziś nie odczyta nikt, ale wykuta z mitów i wieczna jest jak mit. Do ciała mi przywarła, przeszkadza żyć i spać, a tłum się cieszy z karła, co chce giganta grać. Lecz choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież życia warta rzecz, zbroja, a taka w niej powaga. So, Haino-san, can you tell me what you hear in that music? This is an artist, Jack Kazumarski. I apologize for the pronunciation. まあその時の状況を知らない人間がいろいろ言うのは問題あると思いますけど、まあそういう時にありがちなプロテストソング、おそらく俺は国の歯車なんかにならないというようなことを歌っていると思うんですけど、さらに今僕さっきも言いましたけど3枚は聴いてます。それでいわゆる音楽としてこう飽きないっていう日本語でいいのかな、 not boring っていうことで音楽的にもこう構成とか、まあ、本来の意味でのプログレッシブでアグレッシブなことを感じたので、この人はその政治的どうのこうのよりもそれを自分で音楽を作ってそのまあ大げさに言えば今までにないフォークソングを歌ってるということを感じたので2枚3枚聞いて今僕にはこの人がちょっと頭に残ってます。僕にとって音楽を聴くとき重要なことはたくさんあるんですけど、自分の中にこう入ってくる自分が受け入れられるものっていうのはまずはラディカルでアグレッシブでまあ一般にアバンガルドのものと、もう一つはそのちょっと気をつけないと表層的でいわゆる作曲されたという雰囲気になりがちなものでも自分の頭には新鮮に感じるので、その2つがすごく
CD を買うっていう時の目安にしてます。So, do you think people misunderstand aggressive or controversial or powerful and equate it only with loud? 大きい音も音楽をそういう音楽の一部だと思ってます。で、実践してます。So if we think about the mix CD, because you did a mix CD last year for Black Smokers Records, a hip-hop label here in Japan, what kind of records were on that mix CD? It was 3 CDs, right? 3つのっていうのはどういうことですか？ I suppose what I'm asking is the release you did with Black Smokers label, which was called Experimental Mixer. Can you tell us about the music that was included on that release? 実はあれはタイトルが、祈りというタイトルになってるんです。ここで、ちょっと秘密をばらします。あそこに不思議な文字が3文字書いてあったと思います。あれは日本の古代のアヒル草文字というもう日本の人がほとんど忘れてしまっている文字で、3つの文字で祈りプレイっていうタイトルです。で、ブラックスモーカーのは、ライブです。ライブでこうミックスはその時にやったライブのままで、後から編集はしていません。So you did this mix at home, putting together this music, and you've described a prayer. だから今言ったように自宅ではなくライブでやったものをそのまま出してます。I suppose I mean it's if you were assuming to come and buy, your mix CD, you might think that it was recorded in a club. But in fact, this is perhaps you could tell us what is the music that's on the CD. The translation is sometimes a bit confusing. Sumisen. CD すいません DJ をやって、その DJ は当然ミックスをしています。4台の CDJ を使ってミックスをしています。それがライブです。でそれをそのまんまレコーディングにして出してます。おそらく通訳の人が通訳できてません。Bad translator. Sorry. Maybe I'm not understanding properly. I apologize. Can we talk about the next mix album that's coming out, this one, which you very kindly just gave to me? This one. はい。Yes. はい。What's this? はい。Can you tell us what's inside this beautiful release? はい。21曲入ってます。なのでこのタイトルです。おそらく65分で21曲ということは平均3分ちょっとです。ということは、ヒット曲になりうるかなという。で本当にいろいろな音源、おそらく21曲で使った CD は 150CDR ですけど、150から200枚ぐらいです。ある1曲には30枚分の CD の情報が入ってます。That's a huge amount of musical information in one CD. こう人が聞いて何が正しくって何が正しくないのかが一度分からなくならないと次に向かえないと思うので、
僕は自分の音楽も全てそうしてます。なので強弱っていうことにおいては大きい音を出した後小さい音を出してこいつは何だとか音楽は何だっていうふうにみんなに考えてもらえば。And the same これは setup. 飽きないと思いますよ。What was that last phrase? Not boring CD. I hope. already know this. So you made this with the same setup, 4 CDJs, 2 drum machines. そうです CDs. そうです。はい。And I saw something you did recently with DJ Nobu. Hi. It was described to me as Hi. you playing back to back with DJ Nobu. This is a phrase that we would use in our Hi. world. I'm not sure if it's the phrase you would use. Can you tell us more about how that happened? いわゆる対バンという形で一緒にはプレイトゥゲザーではないのでもうとても分かりやすいと思いますけどオーガナイザーが呼んでくれた場所に行ったらばノブ君もいたっていうことです。So, for me, my understanding of like playing back to back would be a DJ playing maybe Nobu-san playing a record and then you playing a record and then Nobu-san playing a record and then you playing a record. When you were collaborating with Nobu-san for this mix, how did it work? How was the collaboration? コラボレーションしていません。So our first band is DJ Nobu and after my DJ is playing. Very simple. Okay. Thank you for clarifying. He was literally just DJing for you before you played. Okay, so we will move swiftly on. I wonder if we can talk about Hardy これ sound. とてもシンプルです。ハーディさん、ハーディソウル Yes. Yes. So, ハーディソウルは、僕の今一番、力を入れて一回歌うたびに1年ぐらい寿命が縮まります。でこのおそらく今まで僕を聞いてくれた人の立場に立って考えたらって言い方をさせてもらいますけど、とにかく僕が伝わるか伝わらないかわからないですけど英語でいわゆるイングリッシュ以外歌いません。I'm singing so English only. So we should explain probably what Hardy Soul is. This is your covers band, your blues covers band, where you're playing classic old blues records and soul. So sometimes Percy Sledge, Otis Redding, and sometimes the old Sledge, blues yes. players. So can you, it makes sense because you're part of really of a rock and roll tradition. Why though do you want to play this music in this covers band in this way? 今いわゆる肌の黒い人たちがあまりハードな音楽を聴きたがらないので、それはある時は白人という言い方をさせてもらいますけど、白人のために言葉が良くないけど媚びを売るためにやっていた行為なんですけど、でもやっぱり僕はやっぱりパワーというものはずっと好きなので、そして60年代のいわゆるブラックパワー、ちょっと差別用語になるかもしれないけど、それをみんなにもう一度思い出してほしいっていうのと、これはよく言う自分のルーツに戻ってます。僕は高校生の時ロストアラーフをやる前に本当に激しいブルースバンドで歌を歌ってたので、激しいブルースを歌っていてだんだんロストラフになりました。ルーツです。僕のルーツです。So this band is about connecting to your roots and about reminding people of the power of the music
and the context from which it first came. 単純です。僕は一番楽しいことをやってます。Can we hear some? 一曲とてもこう日本人にもシリアスな曲っていうかOf course, you know, 君がよ。君がよ。君がよ、ちゃんと訳してください。その歌を10世紀、10 century の英語で歌ってます。10 century. So what's the connection between England in the 10th century and Hardy Soul? 関係というか、君が代というのは日本の10世紀の和歌にあるところから始まったので、そこをちょっとちゃんと踏まえて、古の部分で皮肉をしています。ちょっと長いんですけど、もし今回、スーパーデラックスに見に来てくれた人たちがハイノはギタリストと思っているならば、このハーディソウルはもう一つ言い忘れましたけど、僕が歌い以外は何もやりません。I'm singer を分かってもらえると思います。ちょっと長くていいですか？やっぱり一曲この「君が代」だけは聴いてほしいです。8分ぐらいあるんですけど大丈夫ですか？ Of course. 初めの曲です。So we're going to go for the full 8 minutes. ちょっとイントロがあって歌は少し出てきません。And so then you are
Thank you. You mentioned a minute ago about this being you going back to your roots, talking about yourself at high school. You mentioned this being about going back to your roots, and you mentioned yourself at high school. I understand that your entry to music was the Doors. And I wondered if you could tell us how easy or difficult it was to find that music at that point of time in Japan. For example, in the UK, with the early rock and roll acts, maybe one person would have the album and they would share it with everybody else because it was hard to find, expensive, not easy to get that music at all. How was it for you? もう大変でした。とっても日本はイギリスは僕わからないですけど、いわゆる当時は、レコードですから LP レコードっていうのが僕が68年ぐらいには今と同じ値段です。ということは物価を考えればとんでもなく高く、さらに一つの歴史ですけど、日本は、50年1950年ぐらいにはやはりすでに2000円していたということなので、とてもレコードは LP レコードは高価でした。で、僕はやっぱり初めの頃はいわゆるシングル、小さい、7インチしか手に入れられないし、そんなにたくさん買えない。ただまあイギリスにも多分あったと思うんですけど、深夜ラジオとかそういうのとか、例えば朝の FM ラジオとかで聞いて、オープンリールのレコード、レコードプレーヤーじゃなくて、もう名前がなくなってるからわからない、テープレコーダーに録音して聞いてました。Were you ever part of the record concerts that would happen in Japan where one person would have an album and everyone would come to listen to it? 僕の時代はもっとひどい状況で、僕はロックを聴き出したのは中学生の頃で、僕の時代はいわゆるベビーブームと言われていて、とても、同級生が多い時代です。で、45人ぐらい、一つの学年に45人ぐらいのクラスが10クラスぐらいありました。で、その中でおそらくロックを聴いていた人は1学年の中に5人もいなかったんじゃないかなと思います。まずいわゆる日本の音楽でないものを聴くっていうことがものすごい特殊なものになってしまうので、あと僕の住んでいるところは決して東京ではないので、東京から少し離れているところなので情報が全くない。もう本人が好きで見つけない限りは面白いものは見つけられません。So is this how you ended up in Shinjuku in the early 1970s? い
僕がレコードということで買うならば、渋谷のある楽器屋さんで、名前は言いません、あえて。で、買ってました。で、新宿というのはおそらくエマさんが聞きたがってるのは、風天とかヒッピーとか、そういうことではないかなと思うんですけど。I guess what I'm interested in really is what it was like to be an underground artist at that time in a very conservative society. それに関してはちょっとある意味で期待通りの答えではないと思いますけど、僕はそういうものに興味なかったです。シーンとか組織とか、時にはこうピースサインを出すとか、とてもこう、ちょっと間違うとネガティブですけど、個人的で音楽が好きなので、ただ高校生の時とかある意味でこう、何に属するってことではなく、学校のやることに不満があればそれはおかしいって言っていたので、僕の時代は学生運動の最後だったので、いわゆる学生の人たちから集会に来いとか、そういう誘いとかあったんですけど、全く興味がないし、片やいわゆるヒッピーの人たちがなんか僕にとってはインチキなフェスティバルとか、そういうのにも興味がなかったので、かっこいいかもしれないけどひたすら音楽を作ってます。So if they were off having their festivals and, activisms, where were you? Where was your place? 家にいました。House and space. Would you say it's important to always have artists who are pushing the boundaries at a time when societies worldwide are becoming more conservative? 僕にとってはまず限界っていう言語が頭にないので、本当に自分がやりたいようにやってるので、人って本当は何だろうかとか、もちろん自分が何なんだろうかとか、そういうことを考え続けているので、だって自分に飽きたらおしまいですよね。だから自分は好きなことをやり続けていると思います。So would it be possible then to ask you, you obviously don't have to answer, this question that you've asked yourself over many years, はい。who am I? What can you tell us then about who you are? 人間以上のものになりたいです。ほとんどが亡くなるとき人間以下で終わるので、その人間以上っていう定義は、まあ亡くなるとき
亡くなるっていうのは死ということですけど、一つは後悔しないこととか、亡くなると瞬間にももっとできるって言って消えていきたいです。Haino-san, that feels like the right moment to put the questions out to はい、the audience here. Can we はい、 can we start to move? 難しいことは許してください。And again, what I would ask, because we're speaking through translators, if we can try and keep our questions quite simple. So try and think of what your question is and ask it すみ simply ませ to ん、 make ま it たこれ easier for the 取れちゃってる translators. んですけど、はい、 Hi, how you doing? I was wondering what hi. I was wondering what your feelings were on someone like Charles Ives, who was kind of like breaking the boundaries back in like the 1910s in America with his quarter tone music, and if you have any feelings about him or his music. いやまだまだ自分がやりたいことができてないっていう感覚になるしかないんじゃないですか。おそらく自分が自分のやってることに満足してしまったらば、そこでとどまってしまうと思うので、これでいいって。僕は個人的にはこれでいいと思ったことは一度も自分のやってることでないので。All right. そのモーストって。All right, cool. Thank you. はい、ありがとうございます。When you play the instruments that speak to you, do you see visual images? If so, what do you see? 初めのところは聞こえなかったのでお願いします。まず僕にとって聞くものっていうことも、他人の音楽もそうですけど、自分が聞いたことのないっていうことは、見たことのない形とか、なんかこれ本当に楽器っていうものが、僕が勝手にこれは僕のためにあるぞ、例えばこの楽器ですけど、そのフィーリングっていうよりは、まずすごいかどうかは自分がそれに合ってるかどうかっていうことを演奏してみないとわからないので、自分が今もしも自分がすごいなと思ってる楽器はやはりちょうど良かったんですけど、ハーディーガーディーです。ハーディーガーディーです。Kind of. It's like 頑張ってよ。it's like meditation. Do you see images? 僕はちなみに瞑想します。ちょっと申し訳ない。おそらく通訳の方に悪いけど、ちょっとちゃんと通訳はできてないと思うんですけど、もうちょっとこう分かりやすく言ってください。
Yeah, let me. I'm just trying to think of how to say it very simply. When you play hurdy-gurdy, do you see images? それに関しては何もないです。 Nothing. Okay. その今笑って納得してくれたらいいけど、何もないっていうのはパーっていう意味じゃなく、何にでもなれるから、何にでもなれるから、そこでたった一部分のイメージとか出てきません。I'm space. Yeah. ありがとう。Hi, thank you. はい。 I wanted to know, you said that you bite in the CDs when you're performing. それはあまりにもいっぱいたくさんあって、いっぺんに5枚かけたいと錯覚をするのでもう1枚加えちゃいます。結構間抜けな話です。 Did you get that on the translation? Because I No, didn't. no. I think the translation's happening on the other channel at the moment. So no, stick with the same channel. It's just they will come back to this Okay, channel. So okay. translator. Yeah, now we've got it. Now okay. we've got it. Yes. Okay, so it's, CDJ が10枚あったらもっと頑張れます。 got you. So really, the kind of biting is just holding, but in your mouth. But そうですそうです。 do you physically put the CD in your mouth? Yes, you do that? パフォーマンスではないです。こう手は2つしかないので、手のほか持てるところがないので加えます。加えるですね。噛むじゃなくて加えるです。 So it's like a で hand. 次 Yes. 次にパッと入れたいから早く。 Do you bite into them as well, like ruin, like? いやそれはないです。それはちょっと噛みたくないです。 This is the joy of language. Loud and clear. Thank た you. だちょっとジョークみたいですけど、僕海外では僕の本当の食べ物は CD だって言われることあります。伝わるかな？ CD 食べるのは聞くって意味で食べるって意味です。例えばライブをやって自分のガソリンが出てしまうので、ガソリンを補給するために自分の知らない CD を買います。補給です。 Feeding yourself with music. その通りです。 First, thanks to be there. Thank you for your lecture. はい。 My question is, do you think that some DJs, and I think about one particularly, Jeff Mills, who, just like you, used a lot of CDGs on his stage, and who work with sounds and textures, or do you think this guy, this kind of guys, are the future of DJing? ごめんなさい、僕その方をご存じないです。もう Okay, 帰ってすぐ聞きます。見つけて。ただやはりどんな音楽でもどんなアートでもやっぱり問題なのは本当に作りたいのか、ただ見せびらかしたいのか、その違いは気づいてほしいです。ジャンルは関係なく、それはいろんな意味で自分のためになると思うので、そうすることによって自分の作るものも
そういう何かを作るっていうものになっていくと思うので、作品が。僕はダンスミュージックはあんまり聞いてないですけど、もしダンスミュージックでも作るっていう気持ちで作ってる人のものならば、何か接点が持てると思います。まあ、言ってしまえばまさにその通りです。Hi. You have such an incredible energy, and I think when you play the chimes, they give off vibrations, and I think a lot of those ありが vibrations とうございます。 can be healing. And I wanted to know if you wouldn't mind playing again the instrument you have in front of you. Thank you. あれ、質問は？いっぱいあるな、今日は。 Hi. Hi. You said you don't like to repeat yourself, but you record a lot of albums. Isn't that, in a certain way, a kind of repetition? How do you feel about that? その例えば、バンドという形で僕以外の人がいます。その人たちに伝える必要があります。ここでちょっと2つぐらいの話を同時にすることになるのですけど、作曲家って言われる人は僕に言わせれば、その場で曲ができないから作曲をするっていうことを命名するので、おそらく一般的に言われるメロディーを弾くリフを作るっていうことは、時にはとっても複雑な繊細な一音を使いながらフレーズを作ったとき、その一つ自分の作った6つぐらいの組み合わせの音、6つの音の中に、わかりやすく言えば8ビート、4ビート、16ビートとが同時に入ってるようなリフを用意しておけば、スピードの違うものがあるので、そこにジャストで音を出さなくても、一つの塊としてはあるけど、それが毎回ちょっとずつ伸び縮みしたようなものとして提出することはします。で、今初めに言われた、とても僕もいい言い方をしてくれたなと思うんですけど、なぞらないというのは、
まさになぞりたくないんです。例えば僕がここに、今日は車で迎えに来てもらいましたけど、来るためには家から歩いて電車に乗って、電車乗り換えて、また歩いて、まあそれも意識してしまえばなぞってるわけで、それは言い方によってしまえば一つの習慣になっていくと思うので、ただあくまでも身につける習慣を自分にとってプラスの習慣にすればいいと思います。ですから音に戻せば、自分でできたリフ、できてしまったリフ、それをメンバーが例えばそれいいねって言ってくれたとき、そこに近いもの、それはノートとして近いのか、リズムのビートの捉え方として近いのか、ただ意識はなぞらないっていう気持ちがあれば、おそらく時間の概念から違うところで生活できます。いいですか？Hello. Yes. Hello. I'd like to know if do you think your work says something about Japanese society, and could your music have happened anywhere else than in Japan? それはとてもこう微妙な質問で、答える方も慎重に答えたいと思います。そのトラディショナルっていうことならば、それは世界中に必ずあるもので、で聞き方によってはまだまだ聞き方というのは聞こえているのと、意識をもう一度聞くっていう意識になった時に聞こえてくる音なので、これは英語であるかどうかわからないですけど、日本語で言う温故知新、古きを訪ねて新しきを知る。これ日本語じゃなく英語ありますか？通訳の方。ちょっとください。あるかどうか。僕のマイクにください。マイクじゃない。イヤホンにください。あるんですね。はい、はい。で、そういうところで自分が新しいと感じれば新しいし、僕が、ちょっとこうナーバスになるのは、ある時海外にいろいろ行けるようになって、日本の急早いっていう急です。急な高度成長によって
その歪みとしてできてきたノイズミュージック、それは僕はとても自分にはたまらなく嫌な言われ方なので、やはり本当に東洋も西洋もあらゆる意味で人種も関係ないし、関係ないっていうのはみんな仲良くなれると僕は自負しているので、あえて個人が、人間はまだまだいろんなことができる、そして人間はこんなもんじゃないっていうふうになっていった方が面白いと思います。Be more and more. I think that is a really great note to finish this on. Haino-san, thank you very much. Gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you.